こんにちは、マッシーです。今ですね、ニューヨークのシティズン M というホテルの下のカフェに来てます。コールドブルーのアイスコーヒー注文しました。今日はね、皆さん今どこでどんなことされてるかなと思いながら喋ってるんですけど、今までちょっといくつか質問をいただいていたので、それにお答えしようかなっていう初めてやってみようと思います。まずですね、業界の初仕事は何ですか？業界に入ったのが、大学生の時なんですけど、まずはフォーライフレコードから検音っていう事務所に所属しながら、シンガーソングライターとしてアルバムを出したんですね。サルートっていう。今実はAmazon プライムとか、Spotify でアメリカでも聴けるようになってて、日本でも不思議だなって思ってるんですけど、それをデビューして、でその後で、その時にいろんな番組に出たり雑誌に出たりとかしてたんですけども、ラジオで言うと山形放送のプロデューサーの方からお話があって、一番最初のラジオがMasayoの勝手に行くべっていう、自由に喋っていいよっていう番組で、ラジオも初めてだったのでドキドキで青山のスタジオで撮ってたんですけれども、30分の番組でした。それが多分一番最初のラジオかな。でその後で、いろんなテレビに出たり音楽の番組に出たりしながら、その年にミス DJ っていう番組にどうかなって言われて、オーディションに受かってというか、プロデューサーの人に会ってぜひお願いしますって言われたんですね。それが嬉しかったですね。ミス DJ、大学生だったので、そのラジオはその山形放送の番組しかやってなかったことがなかったので、できるかなっていう感じだったんですけども、ディレクターさんがすごくいい方で、Masayo言葉は宝物だよって、ペラペラ喋るんじゃないよって言われて、一言一言大事に喋ってねって言われながら、番組としては文化放送の夜の12時半から夜中の3時までの番組だったんですけども、なので朝方まで週1回木曜日、さっさーさーのサージでガーちゃんの日っていうことで始まりました。そのミス DJ っていうのは結局半年しかやってないと思うんですけども、すごくいろいろ勉強させていただいた番組で、楽しかったです。でお友達もできて、それで千倉まりちゃんとか、その一緒にやっていた方々ともみんな仲良くなって、今年のね2025年の夏にはミス DJ のスペシャル特番みたいのがあって、それにも出させていただいたりしてね、多分オンエアが8月の6日だったのかな。で久しぶりにみんなでね、長野智子ちゃんとか斉藤恵子さんとか、向井亜紀ちゃんとかあって、すごい楽しい時間を過ごせました。ミス DJ を辞める時はね、卒業式、大学の卒業だったのですが、その時にもうタクシーにもう入りきれないぐらいのお花をいただいたのがすごく思い出で、そんなの一生に本当1回しかないなっていう感じですよね。いただきました。それで実家に帰って、その時は大田区の久我原っていうところに住んでたんですけど、東京のもう母がびっくりして、もうわーってなって、どうやって行けようみたいな感じで、次の日にみんなでこういろんなところにお花を生けたのを覚えてますね。父もすごい応援してくれたので喜んでました。でちょうどその頃、同時に2年 B 組千八先生っていう番組をやってて、で出させていただいたんですけど、それもきっかけはオーディションがありまして、最初に宮崎美子さんが半年間先生やられて、でその先生が辞めるからっていうことで、新任の教師ということで榊原海子っていう先生の英語の先生の役で
半年間入ったんですね。でその時は昔の TBS の会館の下の喫茶店で一人で行ってくださいって言われて、検温のマネージャーさんにで行ったら、当時のその TBS の柳井さんっていうプロデューサーの方がいらしてて、でいろいろお話しして、それで、それがオーディションだったわけなんですけれども、なんかドキドキしててなんか爪があれだとか言ってもいらっしゃる前にこう綺麗にしたりとかドキドキしながらお会いして、すごく優しい方で、そのテレビっていうのは常に始まって終わってしまうものだけれども、僕は結構長く続いていくような番組を作りたいんだよっておっしゃっていて、で金八先生を作られて、新八先生があって、それで千八先生になったわけなんですけども、それで採用してくださって、そのヒロインの佐藤さんの佐藤宗之さん先生の相手役っていうことで、ヒロインの榊原海子っていう海子先生の役で出させていただいてました。でもその時私英語ができなくて、それで最初のセリフが There are a lot of things that I don't know、 私が何も知らないことがたくさんあるのでよろしくお願いしますみたいな、 Please advise me みたいなことを英語ができる友達に聞いて、それで書いて、それで言ったのを覚えてるんですけども、不思議な話で、その先生の新任の先生の最初の挨拶でいきなりなんか番組ですけど英語を喋ってるっていうのも、なんか面白いなっていう感じだったんですけどね。でもそれを覚えて一生懸命練習して、その時は本当英語はできなくて、だから大学出たぐらいの英語ですよね。でその後にその中で歌ったピリオドっていう歌があったんですけど、それでベスト10に出たり、夜のヒットスタジオに出たり、ベスト10じゃなかったですよねそんなに売れてなかったんで、夜のヒットスタジオに出たのをすごく覚えてます。夜のヒットスタジオで後ろで柏原芳恵さんが歌ったりとかされてて、で松田聖子さんにもお会いしたり、いろんなきらびやかな華やかなところを見たなっていうことでね、思い出になってます。で大学の卒業式が3月にあったんですけど、その時は、渋谷のエピキュラスっていうところでなんと単独初めてのコンサートをやったりして、その後、ロイードっていう新宿にあったライブハウスでやったりとかしてたんですよね。だからライブをやりながら歌を歌ったりとか自分で曲を作って頑張ったんですよね。でもそれなほど売れるわけでもなくて、でだんだん自分で、お芝居やりたいのか歌やりたいのかどうかななんていう悩む時期もあったりしたのを覚えてます。悩みますよね、仕事って。自分の仕事がどっちの方向に行ったらいいのかなとか、多分今これ聞いてる人もいろんな人生の分かれ道、岐路に立ったことがあるんじゃないかなって思うんですけどね。その時になんとなく1年間お休みして、自分で勉強期間ということでいろんなね勉強したり、英語を勉強し始めたりとかして頑張ってたような気がします。でその後で今度は海外に行きたいっていうことになってで海外に行く仕事はないかなっていうふうに思って、それで当時世界巡り合いっていう TBS の番組があったんですけども、でそこに受かって、でそれで、1年のうちに、半分ぐらい外国に行ってたんですかね。アメリカ大陸横断とかカナダ横断とかオーストラリア横断、インドネシア横断、縦断とか、それからイギリス行ったり、いろんなところに行ったり、あと他の番組でもドミニク共和国とかニュージーランド行かせてもらったりとか、それでだんだん英語が好きになってきて、でその頃そういえば思い出したんですけど、テレビ東京の 6TV っていう番組をやらせていただいていたので、英語を始めて、そのプロデューサーの佐藤さんが、インタビューしていいよって言われて、でなんと一番最初に当時のシーナ・イーストンさんにインタビューをさせていただいたり、
して、でそれでその後にクリオ・リチャードさんとかジェームス・イングランドさんにインタビューさせてもらって、それでまたまたやる気になって英語頑張って、でその後で今度フジテレビの夜の音楽番組があったんですけど、海外からのアーティストの舞台を流すっていうステージを流して、その後インタビューでシカゴとかからいろんなアーティストのインタビューをさせていただいたりしてました。それから歌デビューしたきっかけはってあるんですけども、皆さんも多分何かやりたいっていうことがあった時になんか頑張ってこう道を探すと思うんですけど、私は当時、高校生の時からバンドを組んでいて、ユーミンが大好きだったのでユーミンのバンドとか自分のオリジナルとかやってたんですけれども、で、高3の時から、高校卒業して大学に入って日大芸術学部の演劇学科に入った1年生にその日比谷高校の母校の近くでバイトしてたんですね。それ昼におにぎりを出すお店だったんですけど、ボサノバっていうお店で、そこでおにぎりを出してお茶とか味噌汁とかをこうお配りするっていうウェイトレスのバイトをやってる時に、当時赤坂にバックページスタジオっていうのがありまして、そこの北尾さんっていう社長さんが、なんかおにぎり食べに来てくださってて、で君何してるのとか、私今これで演劇勉強してますとか、バンドやってますとか言ったら、どんなバンドやってるのとか、私実は音楽やりたいんですって言ったら、じゃあ今度デモテープ撮ってあげるよって言ってくださって、で彼のそのスタジオが空いてる時に、いつもチクコリアさんとかね来てたりとかする時に練習されるような結構立派なスタジオだったんですけど、そこでバンドの方を紹介してくださってデモテープを撮ってくださった。でそのデモテープを彼がフォーライフレコードに知り合いのディレクターがいるからって渡してくださって、でそのディレクターの方が、検温の方に話して、でもそれでなんか会うことになって、それでお話しして、それでトントン拍子に検温に入ることが決まって、でフォーライフから歌を出すことが決まったっていう感じですね。それまでにオーディションとかもあったりとか、歌を歌ってみてデモテープ撮ったりとか、その時私はブレッド&バターの青い地平線っていう歌が好きだったので、それを歌ったりとかしてオーディションに臨んだりしてました。でその後でそれで大学3年生の時に文学座の研究所に行ってたんですけれども、文学座の研究所に行きながらバンドもやって、大学の時にで最終的には大学4年生でデビューが決まったっていう感じでしたね。長いストーリーでね、とりあえずこのパート1ということで、パート2はその今度悩んだ挙句どうなったか私っていうところからまたお話ししたいと思います。今日はなんか取り留めのない話でごめんね。楽しい時間になったらいいのに、私あんまり話も得意じゃないし、あまり上手じゃないのでごめんなさい。ということで、今日も、ニューヨークに来て、ここでお茶を飲んで、さっきは上手上海で小籠包、カニの小籠包食べて、で今日もボストンに帰ります。23年も住んでいたニューヨークなんですけどもね、もうボストンに来てから6年も経ったんだなっていう感じなんですけど、来るたびにニューヨークはやっぱり私の第二のふるさとだなって思います。それじゃあみんなまたね。ありがとう。 Thank you for watching。 ご視聴ありがとうございました。元気でね。今ですね、ビデオです。こんなところにいます。素敵なカフェです。気に入ってます。シティズン M ホテルの地下1階にあります。場所はね、バーリーっていうチャイナタウンの近くの通り沿いにあります。天井が高い。壁のデザインがとにかくかわいいね。かっこいい。凝ってます。
りアーティスティックですね。整いました。チャイナタウンシティズン N というホテルの地下のカフェにいました。見てくれてありがとうね。またね。See you next time。見ていただいてありがとうございました。